また家が大変なことになってます。もう賃貸で DIY するのはゴリゴリだ。私の動画を常々見てくださっている人はご存知かもうわかんないけど、私絵を描いてるんだけどさ、実家からこっちの2人暮らしのお家に引っ越してきてからさ、机が狭すぎてなかなか思うように作業ができない。だから大きい机が欲しいって言ってたんだけど、結局いろいろ調べた結果自作するのが一番いいなと思って今作ってるところなんですよ。自分でもびっくりだけど DIY する人生を送るとは思わなかった。それで今はもう下準備も下準備で、使う木材のオイル塗装、オイルフィニッシュをしているところです。また使う金具とかは後で紹介しようかなって思う。もうさ、私絶対 DIY 嫌いだし DIY も私のこと絶対好きじゃないし、だから初心者すぎて手際も絶対悪いし、っていうか間違ってるところ絶対あると思うんだけど、理想の机が完成するように頑張っていこうと思うので静かに見守ってください。あ、ちなみにオイルはワトコオイルっていう大雑把、ワトコオイルのナチュラルっていうのを使ってます。これ初心者にも使いやすいオイルなんじゃないかな。いろいろ調べて一番良さそうと思ってこれにしたんだけど、それっぽいね発色なんだよ。もうさ、ここまで来るのも大変だったよ。木材は江南さんで全部揃えて、江南さんでカットまでしてもらって、でせっせと自分で担いで運んで帰ったりさ、あとはアズーに車出してもらって天板買ったり、大変だったな。でも DIY で一番嫌な作業って私もヤスリがけだね。ヤスリがけって本当に腹立つおまけにさ、賃貸でやってるからさ DIY を、木くずが部屋の中に飛び散る。最悪だよ。マジで掃除大変だった。木くずってなんであんな飛び散っちゃうんだろう。私の祖父って彫刻師なんだけどさ、木工作業をやってるようなおじいちゃんだったんだけど、その祖父の作業場行った時とか木材をカットする機械の周りが木くずまみれだったもんね。だから子供の頃よくふわふわの木くずで遊んでたもん。さっきの動画見返してたんだけど、私本当にさ、本当に動きがダサい。私が想定してた DIY Vlog とは程遠いダサすぎて、もういや、なんか泣きそうになっちゃった。なんかみんな動きがダサいからって私のこと嫌いにならないでね怖い。前なんだっけな、酒のつまみになる話かなんかだったかな。運動のプロの方が人の何気ない動きを見ただけでその人が運動神経いいか悪いかが分かるっておっしゃってて、いやマジでそれなって思って。もう私動きが全部硬いんだよね。常に緊張してるからっていうのもあるんだけどさ、家で一人でいる時も緊張してずっと肩上がってるもんね。で、運動といえばさ、私この期間に誕生日を迎えまして、今年の目標はズバリ運動だね。運動習慣を身につけようということで、前アズーとちょっとジムに行くかって話をしたけど、私の運動靴、屋内の運動靴がないから断念したことがあって、だから一回もう道具を揃えちゃえば行くしかないから、一回全部初期投資させてもらおうと思ってウェアと運動靴を買ったから、そのうちジムに行くよ。生まれて初めての運動なんだけどどうしよう。私マジで運動経験は、運動って言っていいのか分からんけど、まあ運動だけど踊る方のバレエしかないね。ジムとか行ったことない。ジムに行くための体してないんだよなとか思って行けなかったなで、なんで運動習慣をつけようと思ったかっていうと、もちろんずっと座りっぱで不健康だからっていうのもあるんだけどさ、実は私この1年で2キロ太りました。YouTube の動画撮影し始めてまあほぼ1年ぐらいか。だから動画遡れば私の1年の顔面の成長記録が見えると思うんだけど、2キロ可愛くなっちゃいました私、こんなこと言ったら怒られそうだけど、食べても太らない体質だったの。あれだよ、平沢ゆいちゃんと一緒。ご飯を食べたら2キロ増えて、排便したら2キロ減るっていう、そういう体質だったんだけどさ、なんかその2キロ増えた状態から減らないなってここのところ気づき始めて、もしかして私太ったってことってびっくりしちゃった。こんなこと言ったら本当に比べて落ち込む人がいたら嫌だなと思うんだけど、なんかやりにくいなって
と思ったらずっと右手でやってた。2度塗りが終わったのでこのまま24時間乾かします。もう私は汗だくなのでアイスを食べます。むしゃくしゃするのでアイスを食べます。ついに組み立てを始めようと思うんだけど、腰が重いとはこういうことかっていうDIY 嫌いすぎるでしょ。で、私が今回机作りに使う金具がシンプソン金具とビスのセットなんだけど、これを買って木材を自分で用意すれば簡単に頑丈な机が作れるよっていうキットなんだけど、これを買ってみた。こんな感じで説明書と金具が入ってます。で、この机組み立てのために初めてドライバー買いました。マキタのドリルドライバー。もうさ、私力なさすぎてさ、これを持ち上げるのも結構一苦労って感じで、マジで筋トレせなやばいなってDIY で運動不足を実感するという。昨日ね、ドライバー練習したんだけど、うまくできるか不安だけど頑張ります。イエイ。 RTC2Z 説明書はこんな感じで結構パッと見折り紙より簡単そうに見えるんだけど、どうなんでしょう。こうか。こんな風に金具に木を差し込んで、こうやってスポッと入れるみたいどこの何って感じ。なんか変だなと思ったらここの向き間違えてたわ。横。じゃあやってみるよ。ドライバーのさ、ビットの止め方がすごい独特じゃない？なんかさ、開いた部分にビットを置いて穴を閉めるっていう。これもさ、どこ調べても初歩の初歩すぎて全然出てこなくて、自分なりに構造を考えてたどり着いたんだけど、合ってるかな。で、ドリルの位置にセットして、まずこんなさ、下穴を開けてからビスを打つとかも、それも知らなかったしね、私。で、ネジを打ち込んでいくと、みんなよくあんなスムーズにやれてるの。いきます。うわ、ほわーこんな自動でやってくれるなんてありがたいな。なんかそれっぽいよ。すごくそれっぽいよ。ダメだ、褒められに行こう。なんか急に先輩見に来たみたいな緊張感あるわ青空を見上げて手をつなげば輪になる。どこの歌でしょう。夢がある夢がある素晴らしい。これで土台ができた。よっしゃー。アズーが肝臓を張って手に入れたストゼロ T シャツ。今日はついに天板をくっつけます。私このレシピ通りに机作ってなくってさ、レシピだと完成は幅 1200× 高さ 720× 奥行きが700ミリの机ができるレシピなんだけどさ、でもそのレシピ通りの机だとちょっとちっちゃいなと思ったから、部屋がしっちゃかめっちゃかでやばい。そうだから私は幅が1800、奥行きが900の高さが12ミリのこのコンパネを使って自分でサイズを計算し直してやってますここで力つけてる人 DIY で見たことない。で、私この金具のキットをね、自分で調べてたどり着いたわけじゃなくって、買い物マガジンさんっていうおすすめの商品をインスタで教えてくれる方に質問したら、こういう金具ありますよって教えてくださって、それを参考に作ってます。買い物さんさ、知ってる人いるかな。もう私大好きで、もう毎日欠かさずチェックしてるんだけど、中の人が金継ぎの方で、だから
そういう作業してる方だから多分作業机のこともお詳しいかなと思ってダメ元で質問したら答えてくださってさ、本当嬉しかった。こんな初心者にもできるかもって思わせてくれる商品があるんだってびっくりした。今天板の位置がちょうどよくなるように作ってます。これ難しくないか。あ、違う、一回計算すればいいんだ。ちょっと計算してくるね。ガリレオ並みの計算力でいい感じの幅が分かったはず。私本当に暗算が苦手でさ、だからそろばんやってて暗算めっちゃ得意な人とかもすごい憧れちゃう。まあこのぐらいかな。本当はこの天板の裏に反り止めの板を置いた方がいいのかもしれない。本来のサイズの机作りの説明書だと天板が一枚板じゃなくて 1x6 材っていう規格の木材を並べて天板にするっていうやり方なんだけど、一枚板の場合 1x6 材は必要ないですって書かれてたから反り止め用の木材を用意してなかったんだけど、もしかしたらあった方が絶対いいんだろうなって気がするので、作る人は用意した方がいいよ。私は一旦これで作っちゃうけど、どうしてもやっぱ反りが気になるようだったら後でなんとかしようかなって今考えてる。最近さ、昔私が大学を休学する時に教授からいただいた本を読んでるんだけど、で読み終わったんだけどさ、東京で0円生活をするっていう本だったんだけど、すごく今の自分にフィットする言葉とか発想があって、あ、読めてよかったって思った。実はそのいただいた当初は、教授もしかして私が大学中退して路頭に迷って路上生活確定って思ってんのかなって被害妄想を膨らましちゃって、ちゃんとまっすぐな気持ちで読めてなかったんだけど、今読んだら自分の暮らしに合ったスペースで自分で工夫して暮らすっていうアイディアがすごく満載で、ミニマリスト思考に通ずるところもあったし、すごくハッとさせられた。だから今回の机作りも元の企画でやるんじゃなくて、自分で考えて自分の使いたいサイズに直して作ってるから、そういう生活、自分に合った暮らしをちゃんと実現しようとできてるのかもと思って嬉しくなりました。よし、じゃあやってこう。ちょっと集中するから私。その本のタイトル「東京0円ハウス0円生活」っていう本なんだけど、教授が私に伝えたかったことが分かった手を止めて話す。その作者の方の行動力っていうか熱量っていうか、坂口恭平さんって方なんだけど、もともと建築家志望で建築学科に入ったものの、実際のいわゆる新しく大きな建物を建てるとかそういう建築にはあんまり興味がないってことに気づいて、自分なりの道を進むっていう、そういう道を選んだ方で、この人の行動とかそういう姿勢を私に伝えたかったのかなって思った。まあ分かりませんけども。だからその本を受け取った時の私ってすっごい病んでたからさ、そんななんか短絡的な受け取り方して教授ごめんって思った。こんな雑談できるぐらいドライバーにちょっと慣れてきたってことか。じゃあ気を引き締めないとね。外側に金具が来るように取り付ける。外側、私この金具セットのすごいいいなって思ったところがさ、足の下の方に木を取り付けるのね、こうやって。これがいいなと思って。なんでかっていうと、見えるかしら、こんな感じでね、足の下部にさ板が取り付けられるから、この両端に置くようなイメージで板を置いたら簡易的な収納棚になるじゃんと思って、それを試すのが楽しみ。絵描く時って意外と機械使うじゃん。プリンターやらスキャナーやらさ。私今プリンター床に直置きだからね。だからそういう機械とか物を置くスペースが机に欲しいなと思ってて、この金具セットの構造を見た時、あ、そうこういうのが欲しかったんだよって感激した。じゃあちょっとまた頑張るから集中するね。あ、でこうなるのか。すごいなこれ考えた人。で私はこの上に板を置いて、ここを収納棚に使いたいってわけ。平行を測ってみよっか。なんかやっぱり若干斜めになる気がするな。嘘、めっちゃ平行なんだけど。天才かよ私。今日は褒めてくれる人が家にいないので自分で褒めるしかないんです。っていうかさ、最近「ビバンを見たのよ。
3日ぐらいで全話一気に見た。なんであんな面白いドラマ私はリアタイしなかったのか。いやでもリアタイしなくてよかったと思ってる。だってさ、あんなに続きが気になるドラマさ、リアタイしてたら多分私日常に支障が出たと思う。なんで見たかっていうと、まあ前から面白いって知ってたけど、アズーがめっちゃハマって見てて、でアズーって全く映像作品に興味がないのね。興味がないっていうか、集中して見れないタイプらしくって、でそんなアズーが一気に見てたからさ、そりゃ相当面白いんだなって思って見始めたの。なんか4話がすごい盛り上がるって聞いてたから、そうなんだと思いながら見たけど、確かに前半のさ盛り上がり半端なかったよね。でもどんどん謎が解明されていく感じとか面白かったな。お、水平、特技水平にしようかな。で最後にこの木材を止めたら OK だね。でもなんかさ、二階堂ふみちゃん私大好きなんだけど、もっと二階堂ふみをくれよって思っちゃった。もっとなんか役としてあるのかなと思ったら、ただの癒し担当で終わっちゃったよね。不憫な目に遭ってる時の二階堂ふみちゃんのお顔が好きすぎるんだよな。もう一個ネジをつけなきゃいけないんだけど、やりにくいから一旦ひっくり返します。どんがらがっしゃんだけは避けたい。お、机だ。完全に机だこれは。でもすごいよ、ガタつきがないんだけど。なんで？素人が作ったんだよ。なんだこの立派な机は。誰が作ったの？こんな立派な机。はあ、じゃあちょっと最後のネジ止めよう。ちょっと見て、そんで褒めて。ほら、立派な机だよ。嬉しい。やったー。作業机が完成しました。イエーイ。逆光。もう正直結構完成して嬉しすぎて涙出そうなぐらいだった。こうやってね、絵の具も描けるし、サイドにワゴンも置けるし、でさ、こっち側でちょっとしたメモとかアイデア出しとかさ、 iPad 作業もできるでしょ。でこっち側で編集作業も同時にできるってわけ。もう嬉しすぎる。これでどれだけストレスが軽減され、作業効率も高まり、より良い作品を生み出せることになるであろう。自分で言っちゃうけど、今までの机はこのぐらいのスペースのサイズでいろんな作業を同時にこなせなくて本当にストレスだったから、私何をやるにしてもパソコンをどかすとかさ、絵の具をどかすとか片付けないといけなかったから、もう腰が重くって、環境をより良いものに変えるってだいぶ大事なことだなって思う。でも私、うまく進められないことを環境のせいにしてもいいんじゃないかなって割と思ってて、身の回りを整えてより良いものにするって大事だと思う。 F20 のキャンバスを置いても机に収まるなんて嬉しすぎる。早く絵描きたい。そんなこんなで無事完成してよかったです。静かに見守っていただきありがとうございました。ちょっと振り返るか。もし作りたい人いたら参考になるかなと思って。で多分ね、総額いくらぐらいかかったかっていうと、私ドライバーも買ったから多分総額3万ちょいとかかな。このサイズでこんなしっかり頑丈で3万だったら普通のお店とかじゃ手に入らないと思う。多分組み立ては、4時間ぐらいで終わったかな。私はぼーっとしてる時間除いたら4時間ぐらいだと思う。やっぱ一番時間かかったのはオイル塗装かな。乾かす時間もあるし、あと私はこのスペースを自由に使わせてもらってるから、乾かす時も広げておけて効率よく進められたから、このスペースがないと大変だろうなって思ったかな。あとヤスリがけもクソほどだるかったけど、正直 2x4 材は最初から結構綺麗で、そんなにヤスリがけ大変じゃなかった。ただ天板がコンパネっていう木材だから、結構元からささくれてるような天板で、サイズもでかいしちょっと大変だった。そんな感じですね。なんか初 DIY なのに大丈夫かな、こんな語っちゃって。あとはツールボックス的な小物入れ的なのを置きたいなって思った。そこにペンとあとカメラを置けたらもう最強。やっぱいちいちしまっちゃうとさ、取り出すのが億劫になっちゃうから、
あれだよね、ビトラとか有名だよね。見に行きたいなと思ったんだけど、大阪ってどこにあるんだろう。もうさ、本当に申し訳ないけど、やっぱさ東京ってすげえなって思うお前はまだ関西を知らないって状態なんだろうけど、東京ってやっぱすごいよ。じゃあそんなこんなで締めですね。もう私はね、有言実行ができてることが本当に嬉しくて、自分の中でちょっとの目標でもいいから自分との約束をしっかり守って目標達成するって何よりも自分の幸福度を上げる活動だなって思った。その8月中には絶対机完成させようって決めてたので、8月中にちゃんと達成したし、あと LINE スタンプできた。そう、リリースしてる今早く言えよって感じか。なんか一人でおおスタンプすげえってやってたわ。概要欄に貼っておきます。 LINE スタンプもちゃんと作りますってさ作れたし、やっぱ有言実行って気持ちがいいね。私正直これやりたいです、これやりますって言ってできなかった時ダサいなって自分自身に対して思っちゃうからなんだけど、今回それを避けるためには無謀なやりたいことリストを作らないってことかと思って、ちょっと行動せなならんっていうぐらいのレベルの目標を自分の中で見つけるっていうのが大事なんだろうなって思った。だから今私机と LINE スタンプっていう有言実行をしたから、多分次に立てる目標も今の自分の身の丈に合った目標が立てられる気がする。なんか別に説教じみた話したいんじゃないんだけど、別になんか全然有言実行しなくても可愛いと思う、人間っぽくて。そう、 LINE スタンプね。なんかちょっと試しに送ってるところを見せてやろうか。こんな感じでできました。私がイラスト屋さんが大好きだってことがバレちゃう。なんかね、正直反省点がある。 iPad の大きい画面で描いてる時は気づけなかったんだけど、やっぱりね、こんな風に細い文字が細すぎた。 LINE スタンプこれから作ろうと思ってる人、自動で縁がつくようなペンの方がいいと思う。まあみんなそうしてるか。私がちょっとプロクリエイトで縁付きのペンを探すのがちょっと面倒くせえなと思っちゃって手書きで縁を自分で書いてたんだけど、それだとやっぱ細すぎたかも。こんなにちっちゃくなっちゃうんだと思って、これはやっぱり視認性が低いですね。逆にこれで通ったかって感じなんだけど応援してるよ。そう、まああとミニキャラの相性はいいよね。でもこのキラキラとか可愛いなと思った。やっぱ分かりやすい方がいいね。分かっちゃいたけどさ。なんかこんなネガキャンしすぎ。でもね、私のポイントとしては結構ポジティブなメッセージを多くしたつもりで、まあこういうのとかもあるんだけどさ、誰かを励ましたりさしていただきたいなと思って。怒りとか涙とかはないかも。そう、全人類に感謝とかねこれを使って自分も周りの人も励ましてみてください。だってさ、 LINE スタンプってさ120円だぜ。120円で半永久的に楽しめるわけ。周りの人も幸せにするんだよなのでよければご購入いただければ幸いです。ってことで今日はここら辺でおしまいです。いやー、これでようやく絵が描けるマジで本業なんだったって感じ。ということで私はこの素敵な机で素敵な作品を作っていこうと思います。皆さんもたまには無理しない程度に慣れないことを頑張ってみてください。じゃあ今日もありがとう。